伊丹十三が映画の中で追求していること、つまり彼の映画の中の精神みたいなものは、3つあります。1つはびっくりした、2つ目は、面白い、3つ目は誰にでもわかる。これがすごく短くて、本質をついていると思います。伊丹十三と一緒に仕事する上で一番楽しかったのは、まず芝居について、演技についていつも2人で話し合ってることがあって、この芝居は良くない、これはこういうことはしない方がいいっていうのをお互いにこう話し合いが相当ありましたので、昔から。そのことで芝居について悩むということはほとんどなかったです。本当によく2人は話し合っている夫婦なので、だいたい何をやるとかそういうことはよく聞いていました。で2作目は何をしようかっていう時に、彼が今までテレビでドキュメンタリーとか、それから他のテレビ番組の司会とか、それから本の編集とかいろんなことをやった上で、いろんな方たちからいろんないい話を聞いている、そういうものがいっぱいあったんですね。それでそれを僕は映画にしたいと。君はどう思うって、この映画はもしかするとダメかもしれない、当たらないかもしれないけども、好かれないかもしれないけどっていう相談がありまして、で私はともかく好きなことを、好きな映画を作ったらいいんじゃないかっていうふうに、彼に言いました。そしてタンポポができたわけです。お願いです。正直に言ってください。主人が亡くなってから私見よう見まねでやってんですけど、全然自信がなくてすごく不安なんです。タンポポのキャラクターなんですけど、本当に私は思うにはタンポポはとても古風な女性だと思います。そして彼女のその映画の中の最初はもう本当にやる気がなくて、いらっしゃい。ただなんとなく時間をこう過ごしているという、そういう女性がある日頃という人に会って、がぜん教えてもらいたいってやる気になった。これを必死になってしがみついてやってみようという、私は日本一のラーメン屋になるんだっていう決意を彼女が持ったっていうことがすごく素敵なキャラクターだと思ってます。なんだ戻せ。できるまで何度でもやるぞ。あの時代の映画の中のヒロインは普通だったら男の男性にこうついていくような、従うような女性だったはずなんですけど、タンポポは最後一人で勝ち取って自立してきる、その精神的にそれは素晴らしいことだというふうに思っているんですね。タンポポのセリフによく出てると思うんですけど、映画の中ではしごがあって、それは五郎さんと後ろになんか電車がタッと通っていくところなんですけど、誰でも自分のはしごを持ってんのよね。そのはしごの精一杯上の方で生きている人もいれば、はしごがあることも気づかずに地べたに寝転んでる人もいるのよ。ねえ五郎さん、五郎さんに会って私初めてそのことに気づいたの。人生のはしごがあるとするならば、一番下のところでそのままで生きている人間と、それからどんどんこうはしごを登っていって自立した人間っていうか、その自立という言葉は使ってないんですけど、そういう生き方があるというような、そういうセリフにものすごく端的に表れていると思います。はいはい。タンポポのこう熱意とか情熱がそのいろんな男たち、男性たちを動かして、そしてこの人のために何か手伝うことはないか、支えられた、そういう人柄って言いますか、そういうものをタンポポはすごく持ってると思うんです。だからこそそれを見届けた男たちは全部やり終えたという達成感を持って去っていくんだと、そういうふうに思ってます。でどうしてこんなにできると思わなかったのかっていうふうに最後言われるんですけどね、ラーメンの先生に。正直言って私は
女のラーメン屋なんてのはダメだと思っておりましたが、こうしてみると、いや、どうしてタンポポさんも大したもんだ。それは重労働だったと思うんです。その修行がものすごく重労働だった。お水大きな鍋からこっち入れたりあっち入れたりするとか、豚をこうで叩き切るとか、それから仕込みが大変なので、このか弱い、女性の細腕でできるのかなっていう心配をかなりしたんだと思うんですけど、それを見事にタンポポは打ち破りましてね、最後ああいう幸せなハッピーなシーンになったというふうに思ってます。チャーシュー麺ください。はい。ふっと笑えるようなセリフっていうのはかなりありますね。ちょっとシニカルっていうか、そういうのもそういうテイストもありますし。そうね、今日はどういうものか朝からコルトン・シャルルマーニが飲みたいような気がしてたんだけど、81年はあるかしら。ではソムリエをお呼びいたしましょうん、そうしてちょうだい。やっぱり脚本が女優としては一番大事なので、その脚本のストーリーだけでもちろんだけじゃなくて、その裏にあること監督が狙いとすること、しかしまた女優として一本の映画をこう役を通していくっていうことで、映画の時間っていうものをすごくなんか持ってるような気がするんです、主役っていうのは。それが芝居の中でじゃあそれをどういうふうにするかっていうことは結構ものすごく勉強になるんです。私にとってはその主役をやってずっとやり続けるって、映画の中で生き続けるってことは明らかにその女優としての成長があったと思います。重蔵はその頃バイクに凝ってましたので、バイクの後ろに私を乗っけて、そしていろんなお店に行きましてね、そしてそのラーメン屋さんの店主の動きとか、それからお客様の表情でどういうふうに出すとか、そういうことももちろん勉強しました。現場でもラーメンの指導する方がいらして、もちろんその通りにするわけです。一番難しいのは麺をシャッシャッシャッってこう切るところがあるんですね。こう麺を入れてお湯があって、そこに入れてお湯だったなと思ったらそれをさっさっさって切らなきゃいけない。その切り方は本当検証になりましたけど、とても難しいものでした。先ほどお話ししましたけれど、今まで自分がこういろんな話を聞いて、これは絶対面白いって話を全部そのタンポポにぶち込んで、そして自分の思うようにそれが食べ物の映画である。だから一番いい食べ物を一番いい映画で皆さんのお客様に差し上げたいっていう、そういう気持ちはすごくあったと思います。タンポポの映画は30年前は本当に、ラーメンがどうという問題ではなくて、ああいうこうユニークな映画が日本の映画界でちゃんと果たして受け入れてもらえるだろうかっていうことを考えた時に、外国の評判、外の評判に比べて全くあんまりなかったんですね。人々がこう批評とかそういうこともあんまり評価がっていうか映画として低かったと思います。でタンポポは幸せなことに全部フランスでもアメリカでもどこでも世界の人からこれは非常に面白い映画だということをその当時に言われて、そしてそれがそこでもう本当は終わってしまっていたはずなのに、こうして今30年後に新しい 4K のフィルムものでこのニューヨークでリターンして帰ってきて上映されるってことは本当に思ってもみなかったことなので、とても素晴らしい経験を私は今させてもらってるなということを非常に考えています。映画のタイトルと同じようにタンポポっていう意味は
大きなすごい地面にしっかりと根を張って生きていく植物ですから、私は大好きなんですけど、そのタンポポのようにこの映画も一歩一歩地面にこう根を張って成長していってほしいと心からそう思っています。ああ、これだ。ちょっとできました。タンポポさん、おめでとう。